この動画では AI が生成した仮想の2025年世界情勢を踏まえた生存戦略レポートと20年後の未来から見た振り返りの空想物語をお送りします。2025年世界情勢を踏まえた生存戦略レポート。貧困層、低所得者、社会的孤立者のための現実的対策。はじめに、2025年の世界は経済成長の鈍化、地政学的緊張の高まり、そして社会構造の根本的変化という三重の困難に直面しています。特に日本では2025年問題により社会保障制度の持続可能性が問われ、労働力人口の減少と高齢化が加速しています。このような状況下で、すでに経済的困窮や社会的孤立に苦しむ人々は、より一層厳しい現実に向き合わなければなりません。本レポートは、こうした困難な状況にある方々に対し、迫り来る現実的な危機を正確に把握し、個人レベルで実行可能な具体的対策を提示することを目的としています。絶望的な状況に見えても、適切な知識と行動により生存の可能性を高めることは可能です。第1章、迫り来る現実的な生存危機。 1.1 経済的危機の深刻化。世界経済成長率が過去平均を下回る 3.3% にとどまる中、日本国内の経済格差はさらに拡大することが予想されます。2019年以前と比較して生活必需品の価格が約 1.5 倍から2倍な一方で、低所得層の賃金上昇は限定的です。これにより実質的な購買力は継続的に低下し、基本的な生活維持すら困難になる世帯が増加します。特に深刻なのはエネルギー価格と食料品価格の上昇です。光熱費の負担増により、冬場の暖房や夏場の冷房を我慢せざるを得ない状況が生まれ、健康リスクが高まります。食費の圧迫により栄養不足が慢性化し、医療費の増大という悪循環に陥るリスクがあります。1.2 雇用環境の悪化。米中対立の激化とサプライチェーンの再編により、製造業を中心とした雇用の不安定化が進行します。特に非正規雇用者や中小企業で働く人々は、企業の経営悪化により突然の解雇や労働条件の悪化に直面する可能性が高まります。人工知能と自動化技術の進歩により、従来は人間が担っていた単純作業の多くが機械に置き換わります。これまで比較的安定していた事務職や販売職でも、技術革新により雇用が脅かされる時代に入っています。 1.3 社会保障制度の限界。2025年問題により、社会保障制度は根本的な見直しを迫られています。高齢者人口の急増により医療費と介護費が激増する一方、支える現役世代は減少し続けています。この結果、生活保護の給付水準の引き下げや受給要件の厳格化が進む可能性があります。年金制度についても、支給開始年齢のさらなる引き上げや給付額の実質的な削減が避けられない状況です。現在40代以下の世代は、現行制度を前提とした老後設計では立ち行かなくなる可能性が高いです。 1.4 社会の分裂と孤立の深刻化。経済格差の拡大は社会の分裂を加速させ、相互扶助の仕組みが機能しにくくなります。地域コミュニティの結束力が弱まり、困窮した際に頼れる人間関係が希薄化しています。特に都市部では隣人との関係性が極めて薄く、緊急時の支援を期待できない状況が一般化しています。デジタル格差も深刻な問題です。行政サービスや就職活動、隠し手続きのデジタル化が進む中、インターネット環境やデジタル機器にアクセスできない人々は、基本的なサービスからも取り残される危険性があります。第2章、現状認識と危機意識の重要性。 2.1 現実を直視する勇気。厳しい現実から目をそらしたい気持ちは理解できますが、生存戦略を立てるためには現状を正確に把握することが不可欠です。自分の置かれた状況を客観的に分析し、どのような危機が迫っているかを具体的に認識しましょう。収入と支出を詳細に記録し、毎月の家計収支を把握してください。借金がある場合は総額と返済計画を明確にし、返済不能に陥るリスクを評価します。健康状態についても定期的にチェックし、医療費が家計に与える影響を予測しましょう。 2.2 情報収集の重要性。正確な情報は生存戦略の基盤です。信頼できる情報源を複数確保し、経済動向、雇用情勢、社会保障制度の変更などについて継続的に情報収集を行ってください。地方自治体の広報誌、ハローワークの情報、社会福祉協議会の案内などは無料で入手できる重要な情報源です。図書館やインターネットカフェを活用すれば、
費用をかけずに最新情報にアクセスできます。第3章緊急時対応策 3.1 生活防衛の基本戦略。まず、絶対に削れない最低限の生活費を算出し、それを死守する体制を築きます。住居費、光熱費、通信費、食費、医療費の順で優先順位を決め、収入が激減した場合の対応策を事前に検討しておきます。家賃については収入の3分の1以下に抑えることが理想ですが、すでに高い家賃を支払っている場合はより安い住居への引っ越しを真剣に検討してください。住居費の削減は生活防衛において最も効果的な手段の一つです。3.2 食料確保戦略。食費の節約は生存に直結する重要な技術です。米、パスタ、豆類などの保存が効く主食を安い時にまとめ買いし、栄養価の高い野菜は冷凍品や乾物を活用します。地域のフードバンクや子ども食堂などの支援サービスについても情報を収集し、必要に応じて利用しましょう。家庭菜園やベランダ栽培により少しでも食料を自給できれば家計への負担を軽減できます。もやしや貝割れ大根などは簡単に栽培でき、栄養価も高いのでおすすめです。3.3 医療費対策。健康は最大の資産です。予防医学の観点から規則正しい生活習慣を維持し、病気になるリスクを最小限に抑えます。定期検診は必ず受診し、早期発見、早期治療により医療費の膨らみを防ぎます。医療費が払えない場合の制度についても事前に調べておきましょう。医療費の分割払い、医療ソーシャルワーカーへの相談、生活保護の医療扶助など様々な支援制度があります。第4章収入確保のための実践的戦略。 4.1 雇用機会の創出。従来の就職活動にこだわらず、多様な働き方を模索します。完全な正社員を目指すだけでなく、複数のパートタイムや業務委託を組み合わせることで収入の安定化を図ります。介護、清掃、警備、配達などの人手不足が深刻な業界では比較的採用されやすい状況が続いています。これらの仕事は決して楽ではありませんが、まずは収入を確保することを最優先に考えましょう。4.2 スキル習得による付加価値向上。限られた時間と資金の中でも習得可能なスキルに集中して取り組みます。パソコンの基本操作、簡単なウェブデザイン、データ入力の効率化など需要が高く習得しやすいスキルから始めます。職業訓練校やハローワークの職業訓練給付金制度を活用すれば、無料または定額でスキルを身につけることができます。訓練期間中は生活費の支援も受けられるため、積極的に活用しましょう。4.3 副業、兼業の活用。本業だけに依存するリスクを分散するため、可能な限り副業や兼業を検討します。インターネットを活用したクラウドソーシング、フリマアプリでの販売、家事代行サービスなど初期投資が少なく始められる仕事から挑戦します。体力的に厳しい場合でもアンケート回答やデータ入力など在宅でできる軽作業があります。単価は低くても継続することで月数千円から数万円の収入につながります。第5章社会資源の効果的活用。 5.1 行政サービスの最大活用。市区町村の窓口では生活困窮者向けの様々な支援制度について相談できます。住居確保給付金、生活福祉資金貸付、就労準備支援事業など知らないと利用できない制度が多数存在します。恥ずかしがらずに相談することが重要です。行政の担当者は職業上の守秘義務があり、相談内容が外部に漏れることはありません。むしろ制度を利用することで早期に生活を立て直すことができれば、長期的には社会全体の負担軽減にもつながります。 5.2 民間支援団体との連携。 NPO 法人や宗教団体、ボランティア組織なども重要な支援源です。フードバンク、無料法律相談、就労支援、住居支援など行政では対応しきれない細やかなサービスを提供している団体があります。地域の社会福祉協議会ではこうした民間支援団体の情報を提供しています。またインターネットで地域名、生活困窮、支援といったキーワードで検索すれば利用可能な資源を見つけることができます。 5.3 互助ネットワークの構築。一人で全てを解決しようとせず、同じような境遇の人々との横のつながりを大切にします。情報交換、相互扶助、精神的支援などお金では買えない価値のあるサポートを得ることができます。地域の集会所で開催される交流会や支援団体が主催する
る当事者の集まりなどに参加してみましょう。最初は勇気がいりますが、同じような悩みを持つ人との出会いは大きな力になります。第6章長期的生存戦略 6.1 健康資本の維持向上。長期的な生存戦略において健康ほど重要な資産はありません。適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠を心がけ、ストレス管理を徹底します。運動は費用をかけずにできるウォーキングやラジオ体操から始めます。食事については安価でも栄養価の高い食材を選び、自炊の技術を向上させます。睡眠環境を整え、規則正しい生活リズムを維持することで医療費を抑制し、働く能力を保持します。6.2 人的ネットワークの戦略的構築。信頼できる人間関係は困窮時の最後のセーフティネットとなります。家族、友人、知人、職場の同僚、地域の人々との関係を大切にし、日頃から良好な関係を維持します。ただし、一方的に依存するのではなく、自分にもできる範囲で他者を支援する姿勢を持ちます。情報提供、軽微な手伝い、話し相手になるなど、お金がなくてもできる貢献があります。6.3 知識、情報の蓄積。変化の激しい時代を生き抜くには、継続的な学習が不可欠です。図書館を活用して無料で知識を吸収し、インターネットで最新情報をキャッチアップします。特に法制度、社会保障、税制、雇用情勢などの基礎知識は生活に直結する重要な情報です。これらの知識があることで、適切なタイミングで適切な行動をとることができ、危機を回避できる可能性が高まります。第7章精神的レジリエンス。精神的な強さや変化への適応力の強化。 7.1 現実需要と希望の両立。厳しい現実を受け入れながらも、完全に絶望してしまっては前に進むことができません。現状は困難であっても、適切な行動により状況を改善できる可能性があることを忘れずにいましょう。小さな成功体験を積み重ねることで自己効力感を維持します。家計の改善、新しいスキルの習得、人間関係の改善など、どんなに小さくても前進している実感を大切にしてください。 7.2 メンタルヘルスの維持。経済的困窮は精神的健康に深刻な影響を与えます。うつ状態や不安障害に陥ると、問題解決能力が低下し、状況がさらに悪化する悪循環に陥る危険性があります。精神的な不調を感じた場合は、一人で抱え込まず専門機関に相談しましょう。保健所や精神保健福祉センターでは無料で相談を受けることができます。また、電話相談やインターネット相談なども活用できます。 7.3 目標設定と計画的行動。漠然とした不安に支配されないよう、具体的で達成可能な目標を設定します。短期目標1ヶ月以内、中期目標3ヶ月から1年、長期目標1年以上に分けて計画を立て、定期的に進捗を確認します。目標は現実的で測定可能なものにし、達成した際は自分を褒めることを忘れずに、小さな達成の積み重ねが大きな変化につながります。第8章危機管理と緊急対応。 8.1 緊急事態への備え。生活が安定しない状況では、予期せぬ出費や収入の途絶に備えることが重要です。可能な限り少額でも緊急資金を確保し、最低1ヶ月分の生活費に相当する現金を手元に置くよう努めます。また、重要書類身分証明書、印鑑、通帳、保険証などは紛失しないよう適切に管理し、コピーも別の場所に保管します。緊急連絡先リストを作成し、いざという時に誰にどこに連絡すべきかを明確にしておきます。8.2 法的トラブルへの対応。経済的困窮時には、家賃滞納、借金問題、労働トラブルなど様々な法的問題に直面する可能性があります。これらの問題は放置すると事態が深刻化するため、早期の対応が重要です。法テラスでは収入が少ない人向けに無料法律相談を提供しています。また、自治体の法律相談窓口も活用できます。問題が発生してから慌てるのではなく、事前に相談先を調べておきましょう。8.3 最悪のシナリオへの準備。住居を失うリスク、健康を害するリスク、完全に孤立するリスクなど、最悪の事態も想定して準備します。ホームレス支援施設、緊急時シェルター、生活保護制度などについて事前に情報を収集し、いざという時の行動計画を立てておきます。これは決して悲観的な考えではなく、
現実的なリスク管理です。最悪の事態への備えがあることで精神的な余裕を保つことができ、適切な判断を下すことができます。終わりに希望を失わずに生き抜く。2025年の世界情勢は確かに厳しく、特に経済的困窮や社会的孤立に苦しむ人々にとって試練の時代となるでしょう。しかし、絶望的に見える状況であっても、適切な知識と戦略、そして諦めない意志があれば生き抜くことは可能です。重要なのは一人で全てを背負い込まないことです。利用できる制度やサービスを最大限活用し、同じような境遇の人々との連帯を大切にし、できる範囲で互いに支え合いながら困難を乗り越えていきましょう。今日この瞬間から始められる小さな行動の積み重ねがやがて大きな変化をもたらします。現実を直視する勇気、学び続ける意欲、他者とのつながりを大切にする心、そして希望を失わない精神力こそがこの困難な時代を生き抜く最大の武器となるのです。どんなに厳しい状況でもあなたの人生には価値があり、生き抜く意味があります。一歩ずつ着実に、そして決して一人ではないことを忘れずに、共に未来に向かって歩んでいきましょう。2045年回顧録生存戦争の日々。あの頃は生き延びるだけで一日が終わった。2045年の東京はユニバーサルベーシックインカムと AI 就労支援システムが浸透し、かつて生存戦争と呼ばれた時代は過去のものとなった。しかし私たち2025年世代の記憶にはあの息苦しい日々が今も鮮明に焼き付いている。これはデータや政策論理の奥にうずもれた血の通った生存者たちの記録だ。第1章2025年、日常という戦場。雨宮莉子34歳、シングルマザー。コンビニのレジ打ちと深夜のデータ入力作業で税引き後手取り月収18万円。生活保護の申請窓口では稼働能力ありと判定されたが、正社員転換はいつも経験不足で断られた。家賃7万円のワンルームで小学2年生の息子大輝と暮らす。彼女の戦いは毎朝8時のスーパー開店とともに始まった。特売の豚こま切れは開店10分で売り切れます。自転車で3店舗回るはしご作戦は命綱でした。ある真冬の夜、暖房を我慢しすぎた大輝が肺炎で倒れた。医療費助成で命は助かったが、欠勤で収入が激減。電気代を払えず契約停止になった。ろうそく生活の中で彼女が握りしめたのは NPO が配布した生存戦略レポートだった。山田昭夫72歳、年金生活者。年金月額7万円。妻の介護費用が月3万円。貯金は5年前に枯渇し、スーパーの袋詰めアルバイトでここをしのぐ。老介護と貧困の二重苦にあえぐ日々。2025年の物価暴騰で豆腐すら贅沢品になった。介護用おむつを減らすため妻に水分制限をさせた罪悪感は今でも消えない。天気枠の生活困窮者自立支援プログラムだった。福祉事務所のソーシャルワーカーが医療費免除制度を適用し、家賃補助付きの高齢者向けシェアハウスを紹介。見知らぬ他人との共同生活は過酷だったが、孤立死の恐怖よりはマシだった。中村拓也46歳、非正規労働者。大学卒業後就職氷河期に直撃。配送センターの日雇い労働で日給の実質手取りは6000円。ネットカフェを転々とするネットカフェ難民、隠れホームレスだった。就職活動は全て AI 選考で門前払い。ネットカフェ代もなくなると自分は社会の不要品だと自重しながら毎晩川べりのテントで眠るホームレスとなった。ハローワークの求人票は全て35歳以下。僕らは最初から捨て駒でした。生存の突破口は意外な場所にあった。路上生活者向け無料プログラミング講座で6ヶ月かけて Python を習得し、クラウドソーシングで小さな仕事を獲得。収入は不安定だがコワーキングスペースの仮眠室利用権が得られ、風呂のある生活を取り戻した。第2章生存戦略の実践と挫折。3人はレポートの戦術を必死で実践したが、現実は想定以上に残酷だった。食料確保の限界。莉子はベランダでさつまいも栽培を試みた。しかし日照不足の東京では収穫量は微々たるもの。フードバンクの列は常に100人以上が並び、食材を得るのに3時間待ちは当たり前だった。スキルアップの壁。拓也は職業訓練給付金で AI データラベリングの資格を取得したが、2025年時点でその仕事の 60% は自動化されていた。獲得した単発仕事の単価はレポートの予想より 40% 低かった。制度利用の罠。秋夫が申請した住居確保給付金は3ヶ月で打ち切り、担当
職員は高齢者の就労意欲不足と指摘したが、実際には採用可能な職種が存在しなかった。第3章互助ネットワークの誕生。絶望の中で生まれたのは困窮者同士の有機的なつながりだった。シェアリングサバイバル。リコは SNS で育児シェアリンググループを発見。共働きの親グループで子供の送迎を分担し、時間を捻出。食品交換会ではスーパーの見切り品を大量購入した人と子供服を提供する人が自然に取引した。路上スキルマーケット。拓也は新宿駅西口地下通路でデジタル難民救済ブースを自主運営。スマホ操作が不慣れな高齢者に行政サイトの操作方法を教え、対価として食料や生活品を受け取った。高齢者レジリエンス。秋代が参加したシルバーシェアリングでは、空き部屋を持つ高齢者が若者に安価で住居を提供。見返りに買い物や簡単な介護補助を受け、相互扶助の輪が広がった。第4章天気。2030年補助法制定。2027年冬、拓也のネットワークで結集した500人の路上生活者が代々木公園に生存犬キャンプを設置。段ボールに書かれたメッセージが SNS で拡散された。私たちは物ではない。呼吸する人間だ。これが契機となり、2030年に地域補助促進法が成立。生活保護とは別枠で補助活動に行政ポイントを付与する制度が誕生した。リコの育児シェアリンググループは自治体認定を受け、保育補助ポイントで食料券と交換可能に。秋代が運営する高齢者シェアハウスは家賃補助の対象となった。終章2045年。継承される記憶。現在、リコは互助ネットワークを発展させたコミュニティケア協同組合の代表だ。息子の大輝は生存戦争を生き抜いた世代として社会保障 AI の開発者となった。母がスーパーの特売チラシを血眼で見ていた日々が弱者に優しいアルゴリズムの原点です。山田昭夫は5年前に他界したが、彼が始めた多世代シェアリングプロジェクトは全国に広がっている。中村拓也はテクノロジーと福祉の架け橋となる NPO を主催し、かつて自身が眠った公園にデジタルスキル訓練センターを建設した。生存戦争が教えたこと。私たちが2025年の地獄から学んだ真実は単純だ。生存は個人競技ではないという事実である。政府のセーフティネットが破綻した時、人々がすがったのは原始的な相互扶助だった。あの過酷な日々は社会の絆が生存の基盤であることを骨の髄まで刻みつけた。2045年の日本はまだ完璧ではない。しかしコンビニの廃棄食品を分かち合ったあの夜、見知らぬ者同士が肩を寄せ合ったあのぬくもりをこの国は決して忘れてはならない。生存戦争を生